こんにちは。包丁職人のパーカーくんです。今回は焼き入れ済みの V 金15を使って切り付けの和筋引き 240mm を作ります。 HRC は62です。牛刀を作るつもりでストックしていた生地です。まずは鋼材に包丁の形を写し取ります。 240mm の切り付け筋引きの型がなかったので、切り付け柳の形を一旦写し取って削りながら合わせていきます。60番のベルトで外周を整えていきます。焼き入れ済みなので頻繁に冷やします。高度が下がらないようにこまめに冷やしています。V 金10号の端材を使って冷やさなかった場合どうなるかやってみたいと思います。冷やさないで削り続けると熱くなっていってこんな感じで色が変わります。色が変わると確実に高度が落ちてしまっているので、こうならないようにこまめに冷やします。外周が終わりました。60番のベルトで厚みを減らしながら包丁の側面の形を作っていきます。側面の形はいつも通り緩やかなコンベックスグラインドにします。日本ではハムグリバと言われる形状です。60番が終わりました。次は120番で60番の傷を消します。片刃の和包丁よりちゃんと両刃を作る方が難しいです。ただ両面を削ったら両刃じゃなくて、切り込みや切り抜けを考えた機能する側面の刃を作るのが両刃を作る時の難しいところです。240番で120番の傷を消します。今回は切り付けの筋引きにしましたが、普通の筋引きは動画で作ったことがないので、そのうち動画でやってみようと思います。400番で240番の傷を消します。ここから磨きの作業になります。
この後は同じ工程が続くので、この辺でジャンプ。旋盤が終わりました。旋盤終わりの側面はこんな感じです。デコボコがあると不自然な見え方になります。峰と顎を磨いていきます。包丁の背側の部分が峰です。峰は長時間指を乗せた時に痛くないように慎重に角を丸めながら形が崩れないように磨いていきます。顎も指をかけた時に痛くないように細く切ったベルトで角を取りながら形が崩れないように磨いていきます。ここから手で磨いていきます。耐水ペーパーの1000番と2000番を専用の当て木に巻いて磨いていきます。ピンク色の液体は研磨補助剤です。バフで鏡面にしていきます。数種類の研磨剤を使って鏡面にしています。当てない部分は余計な傷が入らないようにマスキングテープで保護しています。絵を作っていきます。上部に黒い樹脂。これはいつもの黒い樹脂とは違うやつです。主体となる部分はモンゾというアフリカの木を使います。見た目はちょっと地味ですが、硬くてすごく重たい木です。フライス板で黒い樹脂の平面をざっくり出します。黒い樹脂に穴を開けます。もともとハンドルタイプの牛刀だったので変な位置に穴があります。削って抜け防止に使います。
モンゾの使う部分に印をつけます。モンゾをカットします。思ったほど切りにくくはなかったです。叩くと乾いた音がします。この木は比重が高いので水に沈みます。ノコギリで切った面をフライス板を使ってざっくりと平面を出します。フライス板で穴を開けます。この木はベタベタしていなくてフライス板の作業がやりやすいです。材料が揃ったので接着中です。固まったので四角に成形します。この木は削っても匂いがあまりしないです。四角になったので八角に形を整えます。八角になりました。220番で60番の傷を消します。
220番が終わったら木材の収縮防止剤を塗っていきます。塗り終わったので乾燥中です。木材の収縮防止剤が乾燥したので400番で磨いていきます。あとは同じ作業なのでバフ終わりまでジャンプ。バフが終わりました。刃付けをしていきます。2000番の砥石から研いでいきます。虹色に見えるのは防水塗料です。砥石は面直し済みです。5000番の砥石でさらに刃を細かくしていきます。8000番の砥石で研いでいきます。最後に12000番の砥石で仕上げます。まずは面直しをしていきます。ステーキの焼き目みたいな模様を描いてすべて消えたら平らになった証拠です。刃付けが終わりました。完成しました。刃全体を鏡面に仕上げました。動画で作る包丁は後でメンテナンスをする場合があるので、動画では絵付けをしていません。絵付けをすると隙間はなくなります。刃の作りは緩いコンベックスグラインドに仕上げました。角度を変えると少し映ったものが伸びたりします。ミネと顎も鏡面仕上げです。
絵はモンズを主体に作りました。見た目は地味ですが手触りはいいです。上部につけた黒い樹脂はバフで仕上げてもあまり光沢が出ませんでした。試し切りしていきます。かぼちゃは一気に切ると危ないので、ゆっくり刃を下ろして切ります。今回は切り付けの筋引きを作りました。今度は普通の筋引きも動画で作ってみようと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価お願いします。